こんにちは、つんです。日本に住んでいる以上、残念ながら避けられない地震。いつ大きな地震が起きてもおかしくないと耳にタコができるぐらい聞かされていますが、皆さんはどんな地震対策をしていますか？先日地震対策動画のリクエストをいただいたので、今回は我が家の地震対策をご紹介したいと思います。リクエストありがとうございます。ただ我が家もちょいちょい見直し中で決して完璧とは言えない状態なので、皆さんの地震対策や体験談もぜひコメントで教えてください。コメント欄が有益な情報で盛り上がればいいなと思っています。ぜひぜひよろしくお願いします。さて、まずは家の中の地震対策。地震の規模によっては防げないことも多いと思うんですけど、怪我のリスクはできるだけ少なくしたいところですよね。うちは部屋が広く見えるようにという意図もありますが、基本的に背の高い家具は置いていません。本好きな夫が本棚を欲しがったんですけど、地震の時に危ないからっていう理由でストレージの中にワゴンで収納しています。これなら頭の上からダイレクトに本が落ちてくるってことはないと思っています。LDK で唯一自分より背が高いのは冷蔵庫。倒れて怪我をするっていうリスクもさることながら、うちは冷蔵庫が倒れると通路を塞いでしまうっていう心配もあったので、転倒防止ベルトを取り付けました。うちは補強材とビスでがっつり留めているんですが、壁に穴を開けられない方は突っ張りタイプとか耐震マットを敷くっていう方法もありますよね。ベルトよりも効果は劣るかもしれませんが、何もしないよりは安心かなと思います。はい、そしてクローゼットルームには背の高いシェルフが2つあるんですけど、これはどちらも突っ張っているタイプです。上に乗せている箱の中は帽子や来客用スリッパなど、落ちてもリスクが少ない軽いものを入れています。寝室はもともと狭くて家具を置けないっていうこともありますが、枕側の壁が結構殺風景だったので、絵を描けたりシェルフでディスプレイを飾ったら素敵だなぁとは思いつつ、やっぱり地震の時は心配なのでウォールシールを貼るだけにしました。あと、割れると怪我のリスクが高いのはガラス類ですよね。姿見とかドア、室内窓など。我が家は室内にあるガラス類には飛散防止フィルムを貼りました。万が一ガラスが割れても破片を吸着して飛び散るのを防止できます。割れるといえば食器類もそうですよね。我が家はすべて引き出しに収納しています。引き出しなら頭の上から落ちてくるってこともないし、扉タイプよりは飛び出してくるリスクを抑えられます。開くタイプの食器棚をお使いの場合は、転倒防止するために食器棚を固定して、ガラス扉なら飛散防止フィルムを貼って、さらに扉が開かないように耐震ラッチや飛び出し防止金具などを取り付けるといいそうです。ちなみに今は亡き実家ではこんな感じの金具を取り付けていました。で、我が家も食器収納の反対側は観音開き。主にカップやグラス類を収納しているので、耐震ラッチを取り付けたくてメーカーに問い合わせてみたところ、パナソニックのフロアユニット用の耐震ラッチっていうのは取り扱いがないそうで、自己責任で違うメーカーの耐震ラッチを取り付けるしか方法はなさそうです。既存のプッシュラッチと併用できるのか、はたまた取り外して付け替えるのか、もともとついてるプッシュラッチの受け具が干渉しそうなんですよね。これ取り外せるんでしょうか？この辺ちょっと詳しい人がいたらぜひ教えてほしいです。あと対策しなくちゃなと思っているところは、テレビとパソコンのディスプレイとオーブンレンジの固定です。震度7クラスになるとテレビが飛ぶとか言うし、多少は耐えられるような対策をしておきたいところですよね。テレビは次買い直すときは壁付けにする予定ですが、それまでは転倒防止ベルトを取り付けようかなと考え中です。前の家では耐震マットを使っていたんですけど、耐震マットは一度取り付けると日常生活でのちょっとした移動が難しくなるんですよね。掃除とか配線のやり直しをするときに困りそうだなと思って躊躇しています。前の家から引っ越しをするときに取り外すのも結構時間かかりました。皆さんのお宅ではどうされていますか？もし何かいい方法を知っている方がいたら、ぜひコメントで教えてください。
そして大きな地震の二次災害で多いのは火災。地震による火災の過半数は電気が原因なんだそうです。消火器はね、どこの家庭でも置いてると思うんですけど、地震の揺れを感知して自動的にブレーカーを落とす感震ブレーカーってご存知ですか？東京都では出火防止対策の一環として感震ブレーカーの設置を推奨していて、多くの自治体で助成金制度とか無料配布を実施しています。私もつい先日知って自治体に申し込みました。東京都だけじゃなく多分全国的に行っていると思うので、ぜひお住まいの自治体で調べてみてください。大きな地震が来たらまず考えられるのが、電気、ガス、水道のライフラインが使えなくなること。最低3日、可能であれば1週間分の水や食料を備えておくことが推奨されています。災害による断水時に大人1人が1日に必要な水の量は、飲料用と調理用だけで約3リットルと言われていますよね。ということで、我が家は2リットルのペットボトルを20本備蓄しています。大人2人と猫1匹で6日から7日分ぐらいですね。あと、給水車が来た時のために少しですがウォータータンクもいくつか用意しています。いざとなれば空のペットボトルも使えますよね。断水になれば当然トイレは使えないということで、非常用トイレも必要ですね。50セットで大人1人およそ1週間分ということで、我が家はこれを2セット、あと昔買ったものを含めると多分10日分ぐらいはあると思います。あと便器が破損しちゃう可能性もゼロではないので、ポータブルトイレも準備しました。トイレットペーパーはなんとなく最低12ロールはキープするようにしています。はい、そして食料は普段食べ慣れたレトルトなどをローリングストックしています。冷蔵庫のものから消費していけば、1週間ぐらいはなんとかなるはず。特に防災用として意識して買ったのは長期保存バージョンのビスコ、あと果物と小豆の缶詰、アルファ米とカップ麺ぐらいですかね。防災用の長期保存食品って結構高いですよね。いざ食べたら口に合わなかったなんてことになると精神的にもダメージが大きいので、基本的には日常的に消費しているものがメインです。ライフラインが復旧するまでの食事の準備はカセットコンロに頼る予定です。洗い物を出さないためにもレトルトの温めとか湯煎調理がメインになると思うんですけど、岩谷産業によると大人2人で1週間に必要なカセットボンベの数は冬だと9本、夏だと6本程度だそうです。冬に鍋で消費したまま買い足すのを忘れていました。ちなみにカセットボンベの使用期限は7年です。はい、そして湯煎調理可能なポリ袋も必須アイテムですよね。我が家はアイラップを愛用しています。パックご飯も耐熱ポリ袋に移し替えて湯煎した方がパックのままよりも短い時間で温められるそうです。災害時は覚えておくといいアイデアがほんといっぱいあるので、日頃から調べておくことも大事ですね。あと、停電で困るのは明かりとスマホの充電。我が家はモバイルバッテリーとモバイルランタン、枕元に懐中電灯、電池や手回し充電で使えるライト付きラジオ、両手が使えて便利なヘッドライトをいくつか準備しています。LED ランタンはルーメナーというメーカーのもの。今までも何度かご紹介していますが、手のひらサイズでこんなに小さいのにめちゃめちゃ明るいです。高い位置に取り付ければ部屋全体を照らしてくれるので、これ1台あれば十分かなと思っています。ちなみにスマホの充電も可能。ただ私が買ったのはもう6年以上前で、これは最大1300ルーメンなんですけど、今調べたら最新バージョンは最大3000ルーメンに進化していてびっくりしました。なんと倍以上の明るさです。概要欄にリンクを載せておくので気になる方はチェックしてみてください。はい、そしてそんな頼りになるモバイルランタンも充電しなければ数日しか持ちません。その後に不安があったのでポータブル電源を購入しました。以前動画でご紹介した時も結構反響があって、皆さん防災意識が高くなってるんだなと感じました。私が購入したのは
アンカーのソリックス C 線、出しっぱなしにしておいても悪目立ちしないベージュカラーが購入の決め手になりました。アンカーによればフル充電でスマホはなんと65回、5W の LED ライトなら60時間、扇風機は18時間、電気毛布は14時間などなど、これだけ使えれば精神的にはかなり安心できます。あとソーラーパネルも一緒に購入しました。正直ね、お天気に左右されるデメリットっていうのはあるんですけど、太陽がしっかり当たればちゃんと充電できるので、ポータブル電源を買うならあった方がいいかなと思います。実際に使ってみた感想などは以前の動画で詳しくレビューしているので、興味のある方は概要欄からご覧ください。あと課題だなと思っているのは冷暖房。冬は着込んだり使い捨てカイロなどである程度はしのげるかなと思うんですけど、昨今の夏の酷暑はしのげる気がしません。ポータブル電源でクーラーも稼働はできるみたいなんですが、フル充電で数時間程度とあまり現実的ではなく、うちはサーキュレーターしか準備していないので心もとないです。このあたりももしいい方法があればぜひコメントで教えてもらえると助かります。はい、ここまでは自宅避難を想定した備えをご紹介しましたが、お家が何らかの被害を受けて避難しなければならなくなった時のために玄関に持ち出し用のリュックを準備しています。夫と自分用と、そして猫グッズを入れたバッグの3つ。ちょこちょこ買い足しては適当に詰め込んでいたので、お恥ずかしながら今中はぐちゃぐちゃの状態です。これを機に入れ直しながらざっと中身をご紹介します。まず 500ml のお水のペットボトル、トイレットペーパー、ヘッドライト、非常用のホイッスル、軍手、消臭機能付きのゴミ袋、レインコート、歯磨き、フロス、石鹸などの洗面用具とマスク、水のいらないシャンプーと体拭きシート、ダイソーと無印で買った圧縮タオルたち、3COINS の圧縮シリーズもいくつか買いました。タオルと靴下と下着も入っています。無印には圧縮のコンパクトバスタオルっていうのもありますね。はい、そしてアルミのブランケットとアルミのポンチョ。このアルミのポンチョはカサカサしない静音タイプでダイソーで購入しました。はい、そして食品ラップ、携帯折りたたみのクッション、折りたたみのダウンブランケット。これは無印で買ったんですけど、現在は廃盤の商品です。ペンとメモ帳、ポケットティッシュ、絆創膏、乾電池、そしてレジャーシート。今回見直してみて食品を入れ忘れていることに気がついたので、簡単に食べられるカロリーメイトとアルファ米を追加しました。ついでにウェットティッシュとのど飴、割り箸や使い捨てのカトラリー類も追加しました。あと常備薬とかアルコールスプレー、現金なども入れておいた方が良さそうな気がします。これを1人1セットになんとなく分けてリュックに入れ直しました。さすがに全部入れると重すぎるので、なくても数日はどうにかなるなっていうものに関してはどちらか一方にしか入れていません。しかし必要とはいえ備えるのも大変ですよね。日本郵便ではもしもの時に必要なものをあらかじめ預かってくれる防災ストレージというサービスがあるんです。必要になったら避難所などに届けてくれるらしいので、そういったサービスを上手に活用するのもありですよね。うちは避難が長引いた場合に入手しづらい猫のご飯とか猫グッズを預けておこうかなと考え中です。はい、そしてせっかく備えておいたのにいざという時に期限が切れてたなんてことがないように、食品などの消費期限はメモをしておいて、いつでもチェックしやすい場所に貼っています。はい、そしてペットがいるお宅はペット用の備えも必要ですよね。うちは猫ですが、まずはご飯1週間分とおやつにもなる総合栄養食、折りたためるウォーターボールにタオル、猫砂、うんち袋、トイレシート、パニックになって暴れた時のためのネットバッグ、そしてハーネスとポータブルケージ。ポータブルケージは広げるとこのぐらいのサイズ感。姫もお気に入りで広げると速攻入ります。右側にあるのはポータブルトイレなんですが、
普段あまり使い慣れていないので、家で使ってるのと同じトイレをもう一つ用意しています。万が一の時はポータブルトイレにペットシーツを入れて、いつものトイレを乗せた状態で使ってもらう予定です。あとは普段使っているキャリーバッグも万が一ポータブルケージが使えなかった時のために広げて拡張できるタイプを選びました。リュックと手提げの 2way で使えて、姫が体を伸ばせるぐらいのスペースは確保できます。うちの地域の自治体はペットも一緒に避難所へ連れて行けるんですけど、ペットは専用エリアでの避難になるのでずっと一緒にいられるわけではありません。可能な限りは自宅避難を考えています。はい。で、そんな感じでいろいろと備えてはいるつもりですが、決して完璧ではないと思うので、皆さんの対策もぜひコメントで教えてください。コメント欄が有益な情報で溢れたらいいなぁと思っています。はい。最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでも参考になりましたら、高評価やチャンネル登録をいただけると嬉しいです。準備したものを使う日が永遠に訪れませんように。